宮崎県延岡市に UFO が飛来したことを示す伝説があるのをご存知ですか？その少女が残したとされる一本の松、それは宇宙との交信装置だったのではないでしょうか。そして彼女は我々と同じ人間ではなかったのではないでしょうか。こんにちは。異世界宮崎物語へようこそ。今回は宮崎県延岡市と殿町に密かに語り継がれる謎多き民話琴姫の松の伝説を徹底的に解説、そして考察します。そもそもなぜ私がこの話に惹かれたのか。異世界宮崎物語の次のオリジナルストーリーの舞台は宮崎県北部の中心都市延岡と決めていました。天孫降臨で有名な高千穂はこの延岡の西へおよそ 30km、 神話の時代からこの地域は密接につながっていたのです。延岡にはニニギの命とこの花咲夜姫が一夜を共にしたと伝わる愛宕山や大和武の命が熊祖と対峙したという向脇山があり、まさに伝説の土地です。そんな神々の物語を調べていた中で、私は異彩を放つもう一つの物語、琴姫の松を見つけたのです。しかし何かがおかしい。物語の舞台は宮崎県延岡市と殿町、日向灘に面した美しい海岸を持つこの町に伝わる民話の概要はこうです。ある日、村の少年が海に浮かぶ美しく飾られた屋形船の中にいた一人の少女を助けます。しかし少女は一言も言葉を発しません。そんなある日、村を巨大な津波が襲う。その時少女は一心不乱に琴を奏で、その音色で津波を沈めてしまいました。そして人々が気づいた時、彼女の姿はなく、後には一本の松の木が残されていただけだったと。さてここまでが延岡市と殿町に伝わる民話琴姫の松の概要です。しかしこの話を聞いて私は大きな、そして奇妙な違和感を覚えました。そもそもなぜ琴姫の松という名前なのか、そして何より琴で津波を止めるという奇跡、美しく飾られた船、言葉を話さない少女、津波を止めること、そして最後に残された一本の松、それぞれのつながりのなさ。この民話が伝える一つ一つの詳細があまりにもバラバラで何のつながりもないように思えませんか？確かに昔話には現代の私たちには理解できない当時の風習や価値観が関係しているとも言われています。でもそれにしてもおかしくありませんか？ではその違和感の正体を一つずつ検証してみましょう。伝説に隠された5つの謎。ここからは私が感じた5つの違和感を皆さんと一緒に検証していきます。その1、美しく飾られた屋形船。まず少女が乗っていたとされる船、これは本当に我々の知る船だったのでしょうか？誰も見たことがないほど美しく飾られていた。それは当時の人々が理解できない未知のテクノロジーで作られた飛行物体、そう UFO だったとは考えられないでしょうか？その2、どこから来たのか不明。次に少女の出自が一切不明であること。嵐で流れ着いたのなら何か所持品があってもおかしくありません。それらが一切記録にない。もしかしたらその姿形もこの星の人間とはどこか異なっていたからこそ具体的な記憶が残せなかったのではないでしょうか。その3、一言も話さない。そして少女が言葉を話さなかったという点、これはただの遭難者とは明らかに違います。言葉というコミュニケーション手段を持たずテレパシーのようなもので意思を伝えていた地球外から来た知的生命体だったとしたら全てに説明がつきます。その4、琴で津波を止める。これが最大の謎であり神業です。琴の音色で物理現象である巨大な津波を止める。これは完全に人知を超えています。そのこととは何かを操作するためのコントローラーだったのでは、あるいは上空に待機していた路線、つまり UFO から発せられた津波を無効化するエネルギーだった可能性は。その後残された一本の松。最後に彼女が消えた後に残された一本の松。なぜ松だったのか。それは本当にただの植物だったのでしょうか。アンテナという概念を知らない村人たちがその奇妙な形を自分たちの知っている松と呼んだだけだとしたら、美しく飾られた船、言葉を話さない少女、琴による津波の停止、残された一本の松、これらの謎をつなぎ合わせると私の中である一つの物語が浮かび上がってきました。それはこうです。琴姫は何らかの理由でこの星に不時着した孤独な異星人だった。言葉も通じない彼女、村人たち、特に最初に彼女を見つけた少年は親切に迎え入れた。その恩返しのために彼女は自らの持つ人知を超えた力で村を津波の危機から救ったのです。そして故郷の星へ帰るとき、彼女が残した琴姫の松、あれは母星との通信装置などではなく、もしかしたら自分を助けてくれたあの少年とだけ通じ合える特別な通信手段だったのかもしれません。いつか帰ってくる、そんな約束を交わしたのではないでしょうか。これは単なる私の妄想でしょうか。それともこの伝説に秘められたもう一つの時を超えた愛の物語なのでしょうか。不思議なことに琴姫の松が枯れた後、その場所には霧島神社が建てられ、今も地元の人々によって大切にされています。ぜひ一度この伝説の地を訪れて太古の謎に思いを馳せてみてください。今回の話が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画の元ネタになった海の民話琴姫の松のアニメーション動画の URL を
説明欄に貼りました。ぜひそちらもあなたの目で確かめて、この動画と見比べた上での感想やあなた自身の仮説をコメントで教えてくれるととても嬉しいです。それではまた次の異世界でお会いしましょう。